いですね。早も見よる間にスカート一枚。そうそう。ねえ、それぐらいの早い。早いですよね。っていう。ああ、それちゃんとしたの。そうそう。が。やっぱりこういう目に見えなくなる部分っていうのは何でもいいやっていうんじゃなくって、そういうところの方がちょっといいものを使ってる方がしっかりできる。これで全てのパーツができました。生地とゴム、あとは接着芯を使います。はい。では裁断しますね。よし。は後ろの中心、これが後ろの両脇になります。後ろはここにゴムが入るからちょっと大きくなってますね。喋ってくれた方がいいんですよ。これが後ろの中心、これが後ろの両脇。140センチ幅で2メートル生地使いますね。あとは紐通し、じゃあゴム通しのところを使います。教室でもよく作りますみんな。これは人気でよく作りますね。買っていく人も多い。よし、これでスカート裁断 OK。後でスカート剥ぎ合わせてこれをつけるときに便利なんで、こういうところに切り込みを入れときますね。後ろの見返し。で、なんか最初に縫い代をこう決まった縫い代をつけてやると、いちいち印をつけなくても縫うことができるんで、そっち。今はもうそんな作り方。そうですね。ホームソーイングっていうか簡単洋裁は今でもやっぱりきちんと印をつけてしつけをしてってやってる人もいます。あんまり時間かかるんで、そういうのってやる人は少なくなったかもしれないですね。はい、今度は見返しの前の部分にだけ接着芯を貼ります。仮止めして一応切り取ります。接着芯も安物とかそういうのあるんですかね。ありますよ。手芸用の芯とか洋服用の芯とかあるんですけど、100円ショップにも干したらあるのかな。ただ使ってみると分かるんですけど、くっつかない芯、接着芯、くっつきにくい接着芯とか、あとは縫ってる最中に全部剥がれてしまう接着芯、あれっていうのは
仮止めみたいな接着芯なんで洋服には向かないですね。あ、小物。うん、小物とかとりあえず芯貼ったっていうああ、まあもうちゃんとしたのそうそ買った方が。う、うん、やっぱりこういう目に見えなくなる部分っていうのは何でもいいやっていうんじゃなくって、そういうところの方がちょっといいものを使ってる方がしっかりできる、あ、はい、これで全てのパーツが少ないできました。今回は。まず分解し、前と後ろ、これが前、こっちが後ろ、こっちがゴムが入る方ですね。そしたらここにピンっていきますね。これと前のスカート、これが前の脇、時短のためあまりピンは打ちませんが、これが前ですね。右が後ろ。後ろの方がすっごい履きやすいです。あ、で全部がゴムじゃないから、後ろだけやから、なんか綺麗に見えますよね。簡単にできるしね。スカート作ったことないな。ああ、そうですね。一番簡単なスカート履いてください。スカート。なかなかお葬式の時。はい、では縫っていきます。スカートのこれは後ろですね。後ろのハグ部分をつないでいきます。これ全部縫い代が1センチなんで。後ろがつながりました。曲線が少ないからそっか。割と縫いやすいでしょうね。初めてのこれが前ですね。ではロックミシン。ロックミシンはこれ剥いでる部分を出来上がる時にこう中央側に倒すようにするんで、だからこう外側の方を上にしてロックをかけていきますね。後ろも同じように
して前にこれロックも裏と表があるんで出来上がりにアイロンで倒した時に表側が上に来るようにした方が綺麗に見えるので全部統一します。いや意識しないでやってる人も多いと思います。ちなみに裏と表の違い、これわかりますか？こっちが表、こっちが裏。なんとなく違うでしょ。言われたらまあその程度でいいんですよ。さっきのこれを倒し、さっきのこう抜いたところを倒していくんですけど、向こう側に中央側にこう倒れるようにして、でこれでアイロンをかけます。アイロン生地は大丈夫なんで。はい、はい、こんにちは。ほい。これでこれが前か。で反対側後ろも。この後ろ。うん。基本的に縫ってアイロン縫ってアイロンってすると出来上がりが綺麗ですね。なんだろうな、めんどくさいなって思うところをめんどくさがらずにやる方がきっと出来栄えは綺麗ですよね。前と後ろをつないでいきます。さあまた髪が食い込むやつ。小学生ぐらいに履いてもらってちょっと可愛いですよね。可愛い。可愛い。縫ったんですか？作ります。今日布が多いからなんか収まらんなと思って。あ、しょうがないですよね。大きいですよね、一つのパーツが。そうが。これはパンって2メートルぐらいでできたんですけど、これをあれと同じ生地で作ろうとすると3メートル近く使えます。あ、倍ぐらいいる。ただこれは140センチ幅ぐらいを使ってるんで、一番無駄がないように作ってるんで、2メートルでできますね。あ、生地の幅で。そうそう。生地の幅とか、あとは向きがある生地とかはたくさんいりますね。こういうフレア系のは。こういうもう色がついてないのが本当に主流だったんですね。ここ数年でカラーが増えた。次にウエストのところ、さっき準備したこの見返しを縫います。でなんか早い。まずこれくらいで縫って、ここは後でゴムが通るとこなんで、ゴム通しを開けてあります。で反対側も同じ。こんな感じですね。でここはこれゴム通し。このスカートはめんどそうに見えるんだけど、妙に早くできる。なんか凝ってそうに。そうですよ。6枚履きとかやったら普通難しそうに感じるんだけど、早いんですよね。ロックミシンない人はお家のミシンでなんかやってるんですよね。そうです。ジグザグミシンかな。ロックミシンがある方が綺麗だし早いですよね。
こういうバラバラ出てくるところを切り落とすと綺麗になるので。そしたらアイロンでまた準備をします。それはね、この見返し部分を作りますね。つけてました？うん。うんって鉛筆っていうか。いや、鉛筆じゃないですよ。チョキって切り込み。ちょっとあれがそうです。で、この裾を1センチのところでずっと折っていきます。こんな感じですね。見返しくっつけていきます。前側にこの接着芯を貼った方がくるように。でこういう切り込み、こことこことがこう合うように。夏ってうん、アイロン暑いですよね。そうですね。夏はね。けどね、やっぱりした方が綺麗ですからね。で、今のこの見返しをつけていきます。で、また同じように1センチ。で次はここが少しカーブになってるんでちょっと切り込みを入れます。これは適当。うん適当で、カーブがきついところは狭く、緩いところは広く切り込みでいいですね。こういうちょっとしたところが出来上がった時にすっきり見えるようにできるかどうかにつながります。これができると次はまたアイロンで縫いやすいように形を作ってあげます。そしたらこれが見返しなんで、これを表に返してで今割ったところをもう一度きれいにアイロンで形付けます。この見返しを留めていきますね。見てるだけ楽しいでしょ。ねえ、ねすごいね。こんな風にそう、縫いまって洗ってて。そうそうねえ、早いですね、いや、その方ができていくの。うん自自分が縫い上がるのが楽なように考えていけばいいんですよね。そうですね。
基本がどうのってのも大事かもしれないけど、いやいや本当うね、んそれで早いですね。でも早もみよる間にスカート一番そうそう、ねえ、それぐらいが早い。早いですよね。こう際を縫います。これでスカートができましたね。あとは裾をこれは三つ折りしていきますね。まずは1センチくらい折っていきます。3メートルずっと。そうですね。こういうところを手抜くと出来上がりが汚いんですよね。そうですね。なるほど、縫い持って洗ってて、そうそう。基本は縫ったらもう、出来上がりが綺麗になる。そうそう。ね。アイロンも慣れれば早くなっていくから、これ裾は全部三つ折りするんですけど、三つ折りも三つ折りとかロックミシンでこう二つ折りとかっていうのがあるんですけどね、こういう円形に近いようなフレアスカートの場合は縫い代が大きくするとタックが寄ってしまうんで、綺麗に仕上げるためにわざと三つ折りで縫い代は小さくしてます。でこういうポイントのところだけでもピン打っといてあげる方がいいかもしれないですね。打たなくてもいいんだけど。そしたらこういうふうに打っといたら、もしこう縫っていってこうねじれてきたりとかしても、あ、ずれたずれたって分かるんで、それでちょっとした決まりで、縫い始めは全部左側からっていうふうに決めといたら統一性があって綺麗ですね。左側もしくは後ろ側。だからT シャツとか普通の洋服とも全部左側にタグとかついてるんですよね。そしたら前後ろが分かりにくい時でもどっちが左側かっていうのさえ分かる。間違うことがない。これで出来上がり。あとはゴムを入れて完成ですね。いいですか？じゃあゴムを入れて仕上げます。後ろ側だけにゴムですね。そんなにウエストに細い人がいるの？大丈夫。きっとちょうどいいくらいになるから。これはここに縫い留めしますから、閉じてあげる。ゴムもうん安物じゃない方。洗濯してすぐに伸びるようなやつっていうのはやめといた方が後々いいかもしれないですよね。すぐに交換になるって、交換する時の方が一番大変なんで、そんな高くないからちゃんとしたのを使った方がいいです。洗濯に強いタイプを。でこのゴムを今止めてあげたらもう完成です。はい、これで完成。出来上がり。